かなる時も最高の笑顔と輝きを観客に届ける、それがスクールアイドルの使命ですわ。私たちの歌声で観客の皆様の胸をときめかせましょう。入学したての頃は真新しかった制服も3年も着ていればくたびれてきますわね。学校の制服は勉学に励む者の証。華美な装飾はいりません。ピキ！何をするのです。眉間にシワ？それなら口で言ってください。ぐりぐりしないで。どんな時も懸命に取り組む姿が人々の心を打つのです。やるからには完璧を目指します。それが私たちを応援してくれる方々への礼儀ですわ。アクアの活動を始めてから誰かに喜んでもらうことの素晴らしさを知りました。このくらいシンプルなデザインだと私としても好ましいですわ。ちょっと露出が高いのが難点ですが、まあそこは目をつぶりましょう。チアの衣装はユニフォームという印象が強いです。そのせいでしょうか、着ると身が引き締まるような気分になりますわ。初めてのステージで聞いた歓声が今でも耳の奥で響いているのです。何事も納得ゆくまで突き詰めるべきですわ。そうすれば必ずいいものができます。足の紐はどうやって結べばよかったのでしょうか。ここを交差させて、あら？違ったかしら。この髪型を言うのはなかなか手間がかかっていますのよ。髪の手入れですか？特別なことはしていませんが、褒められるとこれから頑張ろうという気持ちになりますわ。月に何冊の本を読めるか、ルビーと競争をしているのです。今のところ私の勝ちですが、ルビーも頑張っているんですよ。さあ、ライブ本番ですわ。私たちのすべてをこのステージにぶつけましょう。この衣装のままあなたとお忍びで出かけるのも楽しいかもしれませんわね。お稽古も生徒会も半端にするつもりはありません。当然スクールアイドルもです。ご飯は食べましたか？宿題はお済みですか？やるべきことはしっかりとしていただきますわよ。皆さんにこの衣装に恥じない輝きを
お見せしたいと思います。ハイビスカスが綺麗でしょ自慢の衣装ですわ。もっとトーク力に磨きをかけた方がいいのでしょうか。マリさんの無茶ぶりには困りますわ。この衣装、ルビーが似合うと言ってくれたんですよ。そんなに見つめないでください。照れますわ。言葉では伝わらないこともある。それでも伝えたいという気持ちが大事なんだと私は思いますわ。泣いている子供たちを見ると放っておけませんの。体調管理もスクールアイドルの務めです。風邪などひかないようにしてくださいね。スクールアイドルは皆さんの心に魔法をかけるのですわ。あなたのアドバイスはいつも私を奮い立たせてくれます。大事なことはメモをすると頭が整理されますわ。体のラインにぴったりと沿った衣装ですが、私にも似合っているでしょうか。かかとを高らかに鳴らしてステップですわ。あら？砂浜にアクアの文字が。一体誰が書いたのでしょう。今回は私ではありませんわよ。今日は練習が終わっても残ってくださいませね。全員でこの前のライブの反省会をやりますから。中華料理は世界三大料理の一つ。古い歴史を持ち、多彩な食材や調理法で世界から愛される料理ですわ。ライブが終わったら打ち上げに行くことになったのですが、お店は中華料理店で即決でしたわ。甘いものばかり食べるのはブッブーですわ。予習復習はお済みですか？私、キュートですか？そんなに見つめないでください。
私のお琴の稽古を見ていきませんか？今日やるのはとても好きな演目なのです。あなたがそばにいることに最初は落ち着かなさもありましたが、今はいない方が落ち着きませんわね。衣装を入れているタンスがいっぱいになってきてしまいましたの。何か収納のいいアイディアはありませんか？ルビーの衣装センスにはいつも感動しますわ。って今のはルビーには内緒にしておいてくださいね。シャツがシワだらけではありませんか。裾にもほつれがありますし、仕方がありませんわね。私が繕って差し上げますわ。服装は己を映す鏡。たとえ誰も見ていなくてもだらしない格好はできませんわ。私服をテーマにしたこの衣装、似合うということは普段からこういうデザインを着るのもありということですわね。アクアの皆さんにまで服の趣味変わったと言われますのよ。ステージ衣装だと何回説明すればよいのです？